皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋大津で実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回も10分記念向けですね。今回読み上げ音声を加藤一二三九段に設定してあります。あなたが先手です。はい、私先手で相手2段の方ですね。対局開始。さあ、相手の方8四歩で、私もね、これは居飛車戦になりそうですね。今7七銀と上がって矢倉を、私も矢倉の形でね、いってみます。さあ、相手の方がね、これから角道開けてないので、そうですね、これ角道開けたのでね、なんていうんですかね、嬉野流といったね、とか、ちょっと力戦系の手順がね、少し否定されたかなって感じですね。ただ今これ4二銀は上がってないので、今ね、私こう2五歩とするんです。この時に、3一の銀がね、上がってあれば3三銀って矢倉の形を受けれるんですけれども、銀がね間に合わないとかって角で受けたりね、あるいは3二金と上がって角の先のね下先の歩交換を、受けずに指す指し方、交換させて指す指し方が考えられるところでしたね。本局は3三角と上がって角で1回ねこう止めてきたと。ただ角で止めてもですね、この後今私4八銀でちょっと陣形整備するんですが、これね角を引くと、これでね一応角で受けた2筋に対して飛車と角でね、歩交換ができると。やってみましょうか。これで2四歩とついてね、この時に矢倉の格好ですとね、ここに銀がいるのでね、銀ですとね駒損になってしまうんですけれども、角だとね角と歩を手持ちにしながら、この前王手になりましたけれども効果ができると。これでね飛車先のいわゆる歩交換ができたということですね。ただこれがねできたからといってね、それがイコール即ね勝ちになるというわけではないのでね、特に近年はこう飛車先のね歩交換の価値というかね、飛車先の歩交換こうやって、後手の方はこう歩が交換できてないんですけれども、こうやって歩交換できるとね作戦勝ちとね以前は言われることが多かったんですけれども、近年はそこまでね大きな差ではないよというね、話にね、なってきつつあるのでね、本局においてもこれはバラバラの戦いですね。相手の方もこれね矢倉の格好で、一番大きな違いは繰り返しになりますけど、この飛車先のねところに歩がこうね、後手の方は歩が切れてなくて、私の方が歩が切れてて、その歩がこうねもちろん乗っていると、この辺の差がねどう出てくるかって感じですね。私の方がね飛車先の歩交換をした分ね手数がちょっと遅れて、王様場外なので、これからねお城の中に入っていこうというところです。で相手の方は一足早く王様入ってね、その分今端の歩を2回突き越したんですが、私の方もねこの端歩を受けとく手も考えられましたね。王様が、入場するのをねちょっと優先させたところですね。で今8八玉で入ってもいいんですけれども、1六歩はちょっとこちらの端をね様子見立てですね。もちろん王様入る手も自然ですね。はい。王様をね8八に入らない、理由というかね、入ると、ちょっと違う変わってくるのは、このね今玉がですけど、この脇に6九角とねここの角を、この5分局はですね矢倉戦なんですけど持ち合っているので、今ちょっと入ってみましょうか。入るとねこれ囲いは完成するんですが、このね6九角とここに角をね打ち込む傷がね、傷というか隙がねあるんですね。そこの部分を気をつけたいというところです。はい。相手の方は6四歩とねついてきましたね。6四銀と上がってくる形もあるので、ここは難しいですね。だから6四銀ですと、私の方がね一歩これ持っているので6五歩とね、ここに銀が来てると考えてくださいね。皆さん想定してください。ここに銀が来てると6五歩とついて、銀で取ると思ってる歩でもう一回こうするとね銀を取る形があるんですね。ですので、少しね銀が出にくかったという側面はあると思います。で今ね、じっくり駒組みしてるんですけど、相手の方のねこれ、金が今銀引きましたね。4三金引いたがと矢倉完成するんですけど、やはり先ほどみたいにねこう角のうちの隙ができやすいのでね、相手の方銀引きできましたね。さあどうしますかね。これね3五歩と動いていく手も考えられますね。同歩に3四歩と打って同銀に7一角とね。ただ3五歩ですと4三銀と上がってきそうですね。行ってみますかね。同歩ならば、3四歩と打って、同歩ですか。これですと一応歩を打ってね攻めになりそうですね。銀が上がるとね斜め防御の形ですけど、これで角を打って馬を作りながら攻める。ただ相手の方もねこう王手されて王手銀取りですけど、これで銀が取れればもうめちゃめちゃ話が早いですが、ここに馬ができてね、一応私の落とした攻めとしては狙いそうです。銀上がることによって銀が取れないですね。ただこの歩をもうこうねさらって、
まあできたんでね、そこそこなんていうんですかね、仕掛けは成功したんですけどね。ただこの3四銀3三銀3二金っていうね、この金銀3枚が非常にいい形ですので、そんななんていうんですか、めちゃめちゃもう優勢でもない優勢になったというほどでもないですね。まだねこう馬しか働いてないんでね、金とか銀とかがね使えるようになってくるとね攻めに厚みが増すんですが、さあここ難しいんですよね。馬を寄ると7三角と打って、消されそうなんですよね、馬をね。それをどう見るかですね。やってみますか。これ馬寄るとね角合わせてくると思うんですよね。で黒そうなんですよ。で馬消えるんですが、今度はその飛んだ桂馬を狙ってついていきます。これが今一連の構想ですね。馬寄ってこうせっかく苦労した馬がなんていうんですかね、角で消えてしまったので、これで終わってしまうとね、先ほども言ったんですけど、この後手の形がいい形になっちゃうので、その分ねこう攻撃を続行したいと。で今稲葉の6五は非常に強気ですね。桂頭が受からなくなるんですが、もう攻め合いに勝負ということですね。さあこれで桂馬が無事に取れれば私が優勢になりそうですし、この桂馬をね取る前に何か戦果、例えばこれで桂馬を取って銀を取ってみたいな取り合いならね、この後手の形硬いんでね。で今これ非常に判断が難しいところなんですが、桂馬を取ると繰り返しなんですけど銀を取られて、それで飛車も取れるんですけど、それで金取られてね、金銀と飛車桂の交換になるわけですね。それがちょっとね、後手の形が硬いので、飛車に弱かったりすればこうなって勝負してね、飛車桂取ってね、その飛車を王手で打ったりとかできるんですけど、これ後手の形硬いんでね、それはちょっと金銀2枚取られる方が痛いかなと。でじゃあ銀をどこに逃げるかなんですが、7五に逃げてしまうとこの3九角という手がね飛車銀両取りになりそうなので、ここに銀が出ちゃうね、形はこう銀出たいんですけど角打たれちゃいますね。ですので5五か5七かで、受けにね徹したい気持ちがあるので引いてみますかね。上に上がる方が積極的なんですけれども、失敗にあるでもあったと思います。下がる方が陣形がね硬いのでね。で私の方はもうちょっと悔しい手なんですが、この桂馬をね、次に取るって、そうですね、これで桂馬が取れますので、これで桂馬が取れればね、我慢した甲斐もあったかなと。さてこれでね継続だったんで少しね優勢ですね、局面はね。だからここからどうやって攻めを続けていくかですね。でこういう時はですね、角桂歩5枚と持ってて、できるだけちっちゃい駒でね、こういう時は方針なんですけど、攻める手を考えたいところ、角をね打って決定打両取りがあればいいんですが、そういう手がなさそうな時は、ちっちゃい駒だけの歩とかでねいい手があればって感じなんですけど、歩で使って攻めるのはなかなか難しそうで、桂馬を使ってね攻めてみる手はどうかなと。次はね、桂馬を使って例えば4六桂と打って銀を攻めてみる、2六桂と打って銀を攻めてみる、そっちでいってみますかね。桂馬を打つ、なんとかなりそうな感じですね。2六桂でね、これ得した桂なので打ちやすいって意味がありますね。私が今桂得したところの桂馬なので、その桂馬を使ってわらしべ長者じゃないですけどね、これ銀を取れば銀得になりますし、そうですね、でも金上がりはすごいしぶとい手ですね。今銀が逃げれば3四歩と追い打ちをかけようと思ったんですが、まだまだ金が上がってきましたね。さあこれはどうするのがいいかな。いやこれは相当辛抱強い手ですね、金上がりは。1四歩同歩1二歩同香でもう端をどんどん攻めちゃう手もありますね。1四歩同歩1二歩同香1三歩同香1五歩同香1四歩、1枚2枚3枚4枚、ちょっと歩の使いすぎかもしれないですけどねあと3四桂と取る手もありますね。あとは5五角と打つとか有力な手が多いですね。5五角の方がいいかな。1五歩とつくと非常に迷いますね。いやでも今4三金は非常に粘りのある手だと思います。5五角でいってみようかな。これ難しいですね。1四歩とついて同歩に1二歩同香1三歩同香1五歩、すいません口頭になっちゃうんですけども、どんどんいっぱい歩をね大盤振る舞いして、今4三金っていうのはこちらの方を受けたんですけれども、端が受かってないんでね、そうやっていくという手もあったと思います。これは角を成って馬を作りますか。出し方非常に辛抱強いですね。決定打を出される。これは端攻めますかね、さすがに。今ね歩が1歩増えたので、端をちょっと攻めやすくなったと。3四桂とね取って銀得しても優勢ですけれども、桂馬を渡すとね6六桂とか7五桂があるのが私の方としてはね気をつけないといけないところですね。これすいません、さっき口頭で言った手順をちょっと今からねやってみますが、玉ですか。玉でも一回叩きますね。同香でも叩いていく感じでした。この方が、この、金銀4枚、ものすごく美しい形なんですけれども、この金銀4枚に絡まずにねこう攻めていけると、ご強者してね、非常に気持ちのいい手順。ただねこれでまだ決定打を
浴びせられるかどうかというところです。1二歩同香1三歩同香同香成同玉、手なりでいくとそんな感じですね。あるいは1一香成同玉でどうするか、どっかで6三馬となってとね組み合わせたいところですね。どうしようかな。1二歩と叩きますか。同香成同香1三歩と打つ手もありましたね。これを連打してよりね、相手の玉を不安定にさせようということですね。相手の方も辛抱を重ねてね、どこかでこの7五桂とかね、とにかく桂馬が入った時の7五桂とかを楽しみにしたいと。で、私はこの辺で横から攻めると混ぜますかね。これで今一回こう桂馬が上に来たので、この香車がね1三香成といつでも取れる格好になったんですね。で、あとこの3四桂もいつでも取れる格好ということで、これでね攻めの一応理想の形なんですよね。取る順番どっからでも取れますよっていうね順番で。さあ、ただ相手の方は非常にしぶといですね。これはなかなか骨が折れるというか、飛車を寄っとくのがいいかな。角打って馬が消えるけれども、飛車寄って、これで端にね集中させて端の突破を目指すと。で、この6三の馬が4一を狙っているので、現状はね、なんですかね、すぐにこちら側に脱出していければね、大変なので、それ銀逃げてきましたね。これで3四歩打って、この歩打ちがね気持ちのいいところですね。ただ相手の方も非常に粘り強いですね。これはほら決定打が入ってない状況なので油断はならないですね。この常にね、この私陣の方の矢倉硬いんですけど、繰り返しになるんですが、桂馬を落とすとね7五桂などが来るので、そうですね、難しいところですね。これを4まで引っ張りますか。3六角で消されちゃうかな。難しいところですね。これは4三銀と打てれば相当きつい。寄る手もあったところですね。馬の位置を微妙に調整しつつ、この金に紐狙いをつけてね、金引きですか。いや、非常に腰が重いですね、これは。桂馬と言いますか、これはね。非常に気持ちのいい跳躍で遊び駒を使っていきます。さあ、そろそろね、私の方としても角、難しい手ですね。これは8線金取りますかね。さあ、これはどうですか。今銀引く手もあったと思うんですけど、勝負に来ました。これ馬取られるんですけど、端から殺到して、駒をねかなり持ってるんで、なんとかそちらですか。これは金を取って、こっちを取らない方がいいですね。飛車角、飛車桂香重なってるんでね、これで馬を取って、これはちょっと優勢が大きくなりましたかね。ただ王様上に脱出してきて桂馬2枚持ってる、例えば7五桂とかね、繰り返しなんですけど打たれる手があるので、ちょっとねこの瞬間に反撃が来そうですね。桂ですか。さて、そろそろね王様本体を攻めたいところですね。馬を出ておきますか、きっとね。これ叩いたりする手もあるんですけどね、王様が上に来そうな時は王手を後回しにしてね、これ馬が出て何とでもないんですけど、これバッサリいっちゃいますか。バッサリいって王様下に落とすのがね分かりやすいです。3四歩と打つ手もあるんですが、一番分かりやすい攻めとしては上から押さえると、これでね角金金銀持ってますから、王様を頭金の格好ですね。皆さん寄せの定番ですね。それを目指していけばよいということで、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。戦型がですね、矢倉と言っていいですかね。少しちょっと序盤のねスタートは変則的だったんですけれども、結果的にはね矢倉の格好でね、中盤戦にね入っていきました。途中からね私の攻め、相手の方の受けという構図が続きまして、私の方が好調に攻めてるように見えても、相手の方の非常にね粘り強い指し回しで、大きなね形勢差もつかずにね、難しい中盤が続いていくという将棋だったんですけれども、矢倉戦ならではのねそういった駆け引きのあたりを中心にね、解説編の方でポイントを解説していきますので、ぜひぜひそちらの方もね合わせてみていただければなと思っております。この動画が良かったので、グッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。